わった趣味だな。近頃は妙な標本作りが流行ってるらしい。それとも変態じじいにでも頼まれたのか？ここんとこゆかりの周りをうろついてたのはおめえだけじゃねえな。え？何が血だ。なめやがって。気持ちのいい朝だよな。勉強日和ってやつだ。残念だが途中下車してもらうとすっか。何しやがるんだよ。話せよ。安弘、お前は学校だ。なんだ、やっぱりデートの相手は私かよ。クラクアスカ。呼び捨てだもんな。だったらなんだよ、たくゾロ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 つけ回しやがって。お姉さんらに粉かけられる覚えは人の話くらい聞けよ。年食ってんだろ、2つ3つ。大人げねえんだよ。シードされてるだけはあるぜ。シード？うるせえ、てめえの首もらうぜ。なんだかよくわからねえが、さっさと終わらせちまおうぜ。真っ昼間のランデブーなんか趣味じゃねえもん。くそ、覚えてろよ、このチビ。くそ、人の気にしてることを。一体全体何なんだよ、あの連中は。ムカつくぜ。あ？なんだこれ。逃げ遅れか、それともただの見物人か。聖火女学院乃木茜。私別に見物してたってわけじゃ。いいよ、別に言い訳なんて聞く気はないさ。貧血か？生理以外の貧血には気をつけるんだね。立っていらんなくなる。あなた強いのね。私あなたが一番強いと思う。
なんだよ、また貸し切りかよ。最近月末になると多いんだよな。ゲロゲロ。あれだろ、高校生のパーティーやっつうの。なんでガキばっかじゃねえか。すっごいじゃない月影さん。まだ始まったばかりだっていうのに賭けに参加させろって申し込みがあっちこっちから来てるわよ。あらダメじゃないほなみさん。ここにいる間はハイソサイティでいてもらわなくちゃ。他のパーティーはどうだか知らないけど。ごめん飛ばせ。どういたしまして。お集まりの紳士淑女の皆様、それでは前回の勝敗を発表させていただきます。暴走族シルバーゴーストのマスコットアキラゆかりの髪は1週間以内に切られる。切られる 75%、 切られない 25%、 結果は切られないでした。配当はご覧の通り、後ほどお手持ちの券と引き換えになります。今回残念ながら配当を手にできなかった方もどうぞご安心を。皆様もうすでにご存知のように、新しいギャンブルの方は第1ブロックの対戦が済み、ものすごい掛け率に跳ね上がっております。第1ブロックシード選手でありますクラクアスカが第1回戦を難なくクリア。我がいちごミルクが誇るパソコンネットワークでも断然トップの引き合いとなっております。掛け金は前回同様4時間目はグラマーだってか。私は一服したいのよっていうのは英語でなんつんだなんちゃってかか弱い女子中学生になんか用かい。桃色姉ちゃんよ。やろうお姉ちゃんたち、勉強教えてくれんならもっと優しくやってくんねえかな。それとも何か私に恨みでもあんのか。うるせえ！ごめんよ、もたもたしてっと4時間目が始まっちまうんでね。しまった。知り合いか姫。まあ私らも迷惑してんですよ。迷惑してんならそういう面しろよ。余計な真似しやがって。ミコ先輩、私ら餌になってます。なんだこりゃ、この時期甲子園かよ。私とミコ先輩、そしてハスカさん、それともう一人がシードを取ってます。気ぃつけなくっちゃな。どっかでスカウトさんに見られてるらしいぜ。たくおちおちデートもできやしねえ。なんかおかしいのかてめえら。てめえら俺がデートしちゃいけねえっつうのかよ。おいこら、なんとか言えよ。素敵でしょパパ。
食事、そして素敵な音楽。これこそ健康、幸せ家族の一日の始まり。これセールスマンちゃまが言ってたんだけど、ねえポッポ、今10日間の視聴期間なんだけど、とってもいいでしょ。我が家には別にクラシックと健康は関係ないみたいだな。何見てんだよ。ぎく毎度ながらよく食べると思って。悪かったな。責めてるんじゃないのよ、アスカちは。見とれてんのね、ポッポ。アスカは未熟児で生まれたからね。小さいうちは食も細くてずいぶん心配したんだけど、すっかり丈夫になった。あらパパ、今でもおちびちゃんですけどね。行っちゃった。ババアのくせに突っ張ってんじゃねえよ、アスカ。まともに声かけらんねえのか、てめえは。へへ、2回戦もなかなか強敵らしいから、友情のスパーリングでもしてやろうと思ってさ。なんだ。ほらよ。どこでこれを。姫が対戦相手とやらからの戦利品だと。じゃあこれも関係ありか、もしかして。いちごミルク？テレクラのカードか？バカ。うっせえな。姫知ってっか？さあ、聞いたことないですね。あら、今日はいつものお連れの人じゃないの？ああ、同じ仲間じゃき。そう、別にいいの。物が来ればね。はい、お金。あなたたちがいてくれるおかげで助かっちゃうわ。私たち危険な目に遭うんじゃかなわないもの。ほんとほんと。いくら面白い薬だからってさ、ヤクザから買うんじゃ怖くって。ほんと、あの人には感謝してるわ。それじゃあ昼休み終わっちゃうから、またお願いね。映画か、あのまんまで。ええちや。一目見りゃわかっちゅう。ただの往生焼きにな。アホ。そのただのお嬢にヤクザとのパイプ役やらされとるんじゃろう。じゃが金にはなる気になんね。初めは何の興味も持たんかったくせに。ババなんね。あん人言うとったんは誰のことじゃ。奴のことじゃ。最終、おまんの気に入らんことは全部うちがやる。それでよかろうが。おい乃木、そんなとこに座ってぼーっとしてっと豚になるぞ。やだ、もうとっくになってるよ。あかねちゃん、どうやったらそんなにデブれるの？私太ってなんかないもん。豚の言葉なんてわかんない。私太ってなんかないよ。今日だって朝からまだ何にも食べてないもん。じゃあ私の小学校のアルバムにあるあの子豚ちゃんは一体誰なんでしょうね。私太ってなんかないもん。完全外気性ですのでご安心
よアスカちゃん久しぶり。なんだよ、ひな人形がついで現れちゃって。バカ野郎、誰が継いだよ、誰が。たく人の気持ちも知らねえで情けねえよ俺は。あいにくあんたらの話し相手になってる暇はねえんだ。分かってる。いちごミルクでしょ。パーティー屋だと？そう、高校生中心のね。いちごミルクは聖火女学院の生徒が主催者で、パーティーの一環としてギャンブルを楽しんでるの。ギャンブル？しかもこのギャンブルの本当の参加理由っていうのが睡眠薬だ。睡眠薬？もちろん市販なんざされちゃいねえ。習慣性のある相当強え代物だぜ。アスカ、お前やってみっか。バカ、人選んで物言えっつうの。ちぇ相変わらず冗談のわからねえガキだな。賭けに勝つとこれを買える資格がもらえるわけ。点数によっていくつって具合にね。掛け金が跳ね上がれば上がるほど大きな商売になるってわけか。そういうことだな。けどガキの間で派手に大金が動けば全中裏が黙っちゃいねえぜ。ああ、しかも役の出所は公人会だ。何？つまり全中裏を黙らせておいて、それでいて全中裏とは犬猿の中の公人会とも渡り合ってるっていうのがこのゲームの黒幕ってこと。アスカ、お前何か心当たりあんのか？アスカ。アスカちゃん、長話は性に合わねえけどためになることもあるもんだぜ。2回戦開始ってわけだ。ゆかり。ヒロシ、ゆかりを車に乗せろ。アスカ。おお、ヤス。待って、ほっとこ。なんだてめえ、離せよ。離してやれよ。へえへえ、勝手にしろ。危ねえじゃねえか。あんたに当てるつもりはねえよ。うっせえな。ちぇ可愛くねえな、その言い方。可愛く？こうか？あのな。バカ、調子に乗んなよ。アスカ、お前いい加減誰かの手の中に入っちまえば。いつまでもガキのまんまじゃいらんないよ。だけど借りを全部返さなきゃ次のステップは踏まねえ主義なんだ。へえ、言ってみただけだよ。ところで手の中ってどういう意味？ガキ！は？あいつのさっきの目、黒幕が誰か思い当たったって目だ。落ちたよ。
落ちたよ。やるよ。いらないよ。怪我してんね、あんた。関係ねえだろ。手を当てて守ってるつもりだろうけど、それじゃ弱点丸見えだ。街に出るなら考えな。女だからって守ってもらえるとは限らないからね。それにあんた目つき悪いしな。こら！泥棒、お前らグレだな。違うよ。その子仲間じゃないよ。私見てた。泥棒扱いされてさ、黙って出てくんのか、あんたは。大したことじゃねえとでも思ってんだろ。それとも怒り方も知らねえとか。まるで常習犯みたいに平気な面してた。プライドっつうのがねえ証拠だな。言ったろ、怪我をかばうなって。お前なんてな。アスカ。ダチになんねんか、アスカ。半端なお子さん。明日から学校行ってゲロでも吐いてた方がマシだよ。バイバイ。バカ野郎！お前な、どこ行くのか知らねえけど、行き先わかんねえ道うろうろすんじゃねえよ。邪魔だ。だったらあんたはこの先の道まっすぐ歩いてんのかよ。どこ行くのかわかんねえのは私もあんたも同じじゃねえのかよ。残り物なんだってさ、夏の。おかしいと思ったんだ、今時。お前もそう思って見てたんだろ。世間から取り残されてるのも知らねえで、バカ面してぶら下がってやる。泣いてんじゃねえって、アスカ。いい子だ、アスカ。陽子。それ！やったー！いったなー！私が一番よ！すっごいやった！一番！あなたが一番強いと思う。知らないわ。私ただ。しらばっくれんじゃないわよ。どこで盗んだのよ。乃木の泥棒。盗んだんじゃないわ。拾ったの。嘘つかないでよ。本当だもん。ねえ、このままにしちゃまずいわ。先生にチクるよ、この子。言わないよ。あんたずっと私たちのことつけ回してたわね。私たちがパーティーやってこともギャンブルやってお金儲けてるってことも。そうなんだ。へえ。
ねえ、今度さ、乃木が死ぬかどうかってのにかけない？ダイエットに失敗して死ぬ、成功して死なない。いい、私死ぬ方。あら、私も死ぬ方。やめて。やだ、みんな死ぬ方にかけちゃったら全然ギャンブルにならないよ。やめて。じゃあ私死なない方にかけようっと。やめて。じゃああんたこれ食べてみなさいよ。そしたらやめてあげるわ。ほら、食べなさいって言ってるでしょ。ほらほらほら、美味しいのよ。いいでしょ。やっぱりこいつが拒食症っていうの本当だったんだ。拒食症の豚なんて聞いたことないってか。誰？クラク、アスカ、名前ぐらい知ってんだろ。クラク。馬も知らずに競馬かよ。優雅な話だぜ。帰ってください。こんなところに困ります。バカ言ってんじゃねえ。いいか、あんたらの筋書きは全部筒抜けだ。ご丁寧にシードされてる3人はこの対戦をリタイアする。よってこのギャンブルは今をもってチョンだ。そんなこと一度始まったことだし。そうよ、今さらやめるなんて言えないわ。あなたには悪いけど私の一存じゃ。他人を勝手に担ぎ出しといて今さらもクソもあるか。あんたらも早めに手を引いた方が身のためだぜ。あの女をダチだと思い込んでみろ。きついぜ。心の中裸にされちまう。明日まだこのゲームが続行されてたらその時は覚悟してもらうぜ。それに大体アスカっていうやつは女の付き合いっつうもんが分かってねえんだよな。だから背も胸も大きくならねえんだ。あんなペチャパイじゃ俺だったらよ、恥ずかしくて化け物でも見たって面だな。行くぞ姫。挨拶もなしってわけだ。挨拶って何のだよ。決まってるだろう、姉妹のさ。面が似てりゃ十分じゃねえか。なめんじゃねえ。ミコさん。だからお前はいつまでもアスカに勝てないんだよ。やばい、ミコさんマジになっちまった。やさぐれ方はあんたに甘く見られるほど半端じゃねえんだよ。自慢にもならねえけどな。てめえばっかついてねえと思うなよ姉ちゃん。この邪魔だ。折れるよミコ。ボキかボキボキか。私はね、相手が降参するまでやめないことにしてるんだ。ミコさん。参った。お前と喧嘩するはずじゃなかったのにな。
美子さん。うるせえ。美子さん。陽子さん、いちごミルクのアンジュです。4回目のギャンブルのことでちょっと。実は今日クラクアスカって人が来て、もうギャンブルはやめろって、やめなきゃ覚悟してもらうって。私もう怖くてどうしたらいいかわからなくって。とにかくもう終わりにさせてもらいます。じゃあ。ですからね、もう陽子さんにもお知らせしてあるんですけど、もう私たちギャンブルはやめようと思うの。そう、とっても怖いんですもの。クラクアスカって人。それにいちごミルクもだいぶ名前が売れたし、今まで集まった会員でもっと何か違う楽しいことやろうと思うの。ババ、この対戦のこと陽子のやつ知らん言うたな。ああ、うちも直接陽子とは会うとらんきん。やつはこのお嬢たちから金ば受け取ればそれでええんじゃろ。これはおまんか。ああ、初めからようかけんきん。あなたたちそういうことで分かっていただけたかしら。なんか言うたか。だから手貸し。お嬢、半端やって済むと思うがか。ギャンブルは続行じゃきに、戦わんもんは引きずり出すまでじゃ。でもどうやってやつらじゃち、言いに降りかかる火の粉は払わにゃならんじゃろ。準決勝進出おめでとう。西区筆頭表番姫。私はまだ葬儀屋の世話になるほど年食っちゃいねえよ。お姉さんたち安心しな。お利口さんにしてりゃすぐこの世に帰ってこれるさ。あの世とこの世は地続きだってか。これで準決勝進出ってわけか。こうなりゃ姫でも巫女でもかかって。バカ野郎、見てんじゃねえよてめえたち。アスカさん、姫と巫女先輩が連れ去られました。何？クラクさん、私あなたが言った通りにゲームを中止しようとしたのよ。本当なのよ、信じて。でも陽子さんが紹介してくれた人が。陽子が紹介？薬を手に入れるのには都合のいい人だって。それでコーチのビリー・ドーメっていう人たち。採取？
最初はパパっていう人だったのに、その最終っていう人が出てきた。うるせえんだよ。ピー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 。アスカさん、このゲームすでに奥に近いカニに膨れ上がっているそうです。アスカさん、これこいつが持ってた決勝戦とやらの場所だそうです。最終やつらしいぜ。軒下貸せば母屋までか。アスカさん、それどういう意味です？バカ、たまには教科書でも開きな。いい気晴らしになるぜ。他のシードの2人は相打ちということで、決勝戦が終わったら返すって。終わったらか。お願い、クラクさん必ず来てね。でないと私、あの人に何されるかわかんない。やろう。ほっとけ。てめえで始めたゲームだ。誰も途中で下ろしちゃくんねえさ。お前らは巫女と姫を探しに行きな。私を追ってきてみろ。ただじゃ済まねえぞ。聞いたこともねえ賊が溜まってるってんだな。少し焼きを入れに行こうと思ってたところよ。おい、お前たち、お迎えが来たぜ。え？すげえ。みんなシルバーゴーストのヘッド自らのお迎えだよ。おい、アスカ、おめえは。言ったろ、借りは全部返さなきゃムカムカするタイプなんだって。お前ずっとここに立ってたのか。逃げないの？怖くないの？怖いよ。でも逃げたらやられる。だから逃げないんだ。バカ、雪ぐらい払えってんだよ。私はね、カバンを持ち歩いたことなんかないんだよ。あんなもん何も入らない。このポーチ1個だけ。鏡、小銭、テレカ、パーキージーンピコ434番、キティのライター、セロテープ、それにコインロッカーの鍵。私の持ち物はいつもこれだけ。あんたはこのポーチの中身の一つになるんだ。一緒にいてやるよ、アスカ。一緒にいてやるよ、アスカ。乃木。久しぶりじゃな。
瀬戸内海を越えて出稼ぎかい。こっちじゃ可愛げのない奴らがわんさとおるからの。犬るに犬れんぜよ。頭ばっか使ってるとハゲるぜ。相変わらず憂鬱や。これで茶番も終わりぜよ。この後に及んで飛び道具かよ。採集。陽子。それしかアスカに勝つ手はねえってか。半端なことしかできねえんなら鼻から小難しく考えねえこったぜ。ようこほまん。採集、これは大きな賭けなんだよ。タコ一人のためにでかい金不意にはできねえんだ。悪いがアスカの対戦相手は変えさせてもらったよ。なんやち。ようこ。ここら辺が引き時じゃないのかい、採取。ようこ、このままじゃおかんきに。そっちは風下だぞ、アスカ。風に背中押されなくちゃ歩けねえ年頃はちょっと前に過ぎたよ。いい子が老けたもんだ。いい子になったのはあんたの方だよ。何？相変わらず持ち歩いてんだそのポーチ。鏡だのセロテープだのって。陽子、あれから中身一つでも増えたのか？うまく世間を渡って自慢かよ。気持ち悪いってんだよ。あっしまった。怖いよ。でも逃げたらやられる。だから逃げないんだ。やられるままじゃ調子に乗らせるだけだ。だけど一度取られた主導権を奪い返すのは難しい。まして陽子から勝とうと思うな。思って何度も失敗してる。いい加減学習しろ。何？あんたが締めりゃ私も締める。永遠にやってもいいんだぜ陽子。勝負はつくさ。ああ、いつかな。すぐだ。白か黒か。昔はそんなこと言わなかった。
笑かあなたの勝ちよ。もういいじゃない。勝負はついたわ。あなたの勝ちよ。あなたの勝ちよ。あなたの浮き出してやり直して寂しさの意味を知ったなら陽子、あんた勝って嬉しいのか。勝って嬉しいのかよ、陽子。雪だるま、あ雪だるま、飴と口つけたら出来上がりだ。アスカにクリソツ。あ、やあ、聞いたぞアスカ。ま、人間たまには負けるってのも知らねえとな。がっかりすんなよアスカ。俺がちゃんと敵取ってやるからさ。な。派手に大負けして泣きが入ったのはどこの誰だよ。そこまで言う。くそ、姫だな。あ、やろう。おいアスカ、マジに取るんじゃねえぞな。別に俺はな、おい聞いてんのかよ。これ食べて。美味しいんだって。一緒に食べよう。わお、ごっつん。一個いただき。お前食べれるようになったのか。でも少しずつ食べてみようってそう思ったんだ。うまいうまい。